未来の日本において危機的な有事が発生した場合、島国という地理的特性が災いし、逃げ道が限られてしまうことが懸念されます。しかし、科学技術の飛躍的な発展が人々に新たな避難手段を提供する可能性があります。その一つが地下都市の建設です。さらに日本は経済的手段を駆使して相手国を追い込むこともできるでしょう。本校では地下都市と経済的対抗手段の2つの観点から未来の日本が直面する可能性のある危機とその対策について考察します。地下都市の構想 1.1 地下都市の技術的可能性。地下都市の建設は現代の技術でも実現可能な範囲にあります。例えばシンガポールやカナダではすでに地下空間の利用が進んでおり、商業施設や生活空間が設けられています。日本においても大都市部では地下鉄網や地下街が発達しており、地下空間の利用は身近なものとなっています。未来においてさらに高度な技術が導入されれば、地下都市はより現実的な選択肢となるでしょう。地下都市の構想 1.2 地下都市のメリット。地下都市には以下のようなメリットがあります。安全性の向上として地下都市は地上での攻撃から住民を保護するためのシェルターとして機能します。これにより有事の際に避難場所としての役割を果たします。持続可能性として地下都市は再生可能エネルギーの利用や効率的な資源循環システムの構築が可能です。これにより長期的な生活が可能となります。空間の有効活用として地上の土地利用が限られる中で地下空間を有効に活用することで人口密度の高い地域でも快適な生活環境を提供できます。地下都市の構想 1.3 地下都市の課題。地下都市の実現には以下のような課題も存在します。建設コストとして地下都市の建設には多額の費用がかかります。これは技術の進歩とともに軽減される可能性がありますが、初期投資は依然として大きな課題です。生活環境の整備として地下空間での生活には空調や照明、衛生管理など多くの技術的課題があります。これらをクリアすることで快適な生活環境を提供する必要があります。心理的な負担として長期間の地下生活は住民の心理的な負担となる可能性があります。このため自然光の導入や広々とした空間設計が重要です。経済的対抗手段 2.1 経済制裁の強化。日本は経済大国としての地位を利用し、経済制裁を通じて相手国に圧力をかけることができます。これは国際的な貿易制限や金融制裁を含むものであり、相手国の経済活動を大きく制限します。例えば、特定の技術や製品の輸出禁止、金融取引の停止などが考えられます。経済的対抗手段 2.2 経済同盟の強化。日本は他の経済大国や国際機関との連携を強化することで経済的な影響力を高めることができます。これにより単独での対抗が難しい場合でも国際的な経済圧力を通じて相手国に対抗することが可能です。特に先進国や地域経済圏との協力が重要となります。経済的対抗手段 2.3 技術的優位性の確保。日本は科学技術分野での優位性を維持し、これを経済的な武器として活用することが求められます。特に半導体や先端材料、ロボット技術など重要な産業分野における技術的優位性は経済的な交渉力を高める要素となります。これにより相手国に対して技術的な依存度を高めさせ、交渉力を強化することができます。経済的対抗手段
2.4 サイバー攻撃の抑止力。現代の経済戦争において、サイバー攻撃は重要な役割を果たします。日本はサイバーセキュリティを強化し、相手国のインフラや経済システムに対する防御力を高めることで、相手国の攻撃を抑止することができます。さらに、日本自身もサイバー攻撃の能力を持つことで、相手国に対する抑止力を維持します。総括。未来の日本が危機的な有事に陥った場合、地理的制約を克服するためには、地下都市の建設が有効な手段となり得ます。地下都市は安全性、持続可能性、空間の有効活用など多くの利点を持っていますが、建設コストや生活環境の整備といった課題も存在します。一方で、経済的対抗手段を駆使することで、相手国に対する圧力を強化することも重要です。経済制裁の強化、経済同盟の強化、技術的優位性の確保、サイバー攻撃の抑止力など、多岐にわたる手段を組み合わせることで、総合的な対抗力を維持します。これらの対策を通じて、未来の日本は危機的な状況に対しても、柔軟かつ強力に対応できる国家となることが期待されます。科学技術の進歩と経済的手段の組み合わせにより、持続可能で安全な未来を築くことが可能となるでしょう。